28歳女性の太ももの脂肪筋から脂肪補強とシリコンバッグ入れるハイブリッド補強ってことなんですけど、なんかやろうと思った理由あります？見栄えです。見栄えで、いつ見栄えが欲しい？ドレス着た時とか。ドレス着る機会ある？はい、機会ある。ドレス着るときにね、華やかな感じでできるのはハイブリッド補強のいいところなんで、今回太ももから取ってお胸に入れて、でシリコンの種類が、ペアルっていうね、イギリスのボディはシとペアルっていうのがあるんですけど、その2種類の代表的なもののうちのペアルというのを使って、今回 255cc の MR ってやつですね、ミニとデニの真ん中ぐらいの感じのやつをやっています。で、今回入れるのが脇から液化切開して乳腺化っていう乳腺の下に入れてボリューム出して、かつあとは脂肪注入でコーティングするって感じですね。どんな感じにしたいとかちょっと簡単に。シリコン感があるのが嫌で、自然な感じの愛のトリムになりたくて、でちょっと横にもある感じ、横乳もある感じのなんか柔らかそうな、写真見た感じで結構大きめのかなり欲張りなまあね、ハイブリッド補強のいいところはそういう欲張った補強ができて、かつ自然にもできるっていうのがメリットのところなんですね。もししっかり一度で大きくしたくて、かつ自然なサイズを求めたいならハイブリッド補強はとてもいい選択かなと思いますね。じゃあそのままマーキングしていきます。太ももなんですけど、今回前側から取る感じで、結構細身で綺麗なので、もともと細い人だとね、綺麗な感じで作れるんで、全体的に前側から取れるところで、この外側の張り出し気になる人がいて、しっかり気をつけて、傷跡がですね、ここずらした方がいいとかあります？これで大丈夫ですか？ずらして、この傷跡がバレたようにとか、大丈夫ですか？任せます。あと膝をちょっと上げて、こっちからも綺麗に、その方が綺麗に取れるんで、やっていきますね。で、マーキングしていくんですけど、一番大事なのはこの真ん中の線ですね。ここを越えないように、脂肪注入もこっちから入れて、こっちの左から入れて右越えると、胸が繋がったように見えるんで、愛知の感じは意識するんですけど、この線、真ん中の線、正中のラインが非常に重要なところですね。あと、この乳房界のラインは結構整ってて綺麗なので、本来の形を意識して、だから若干下にずらしてたりもするんですけど、ずらさず、このラインを強調する感じですね。あんまり上がいらないよ。丸め出したり。なんかそう、後胸みたいに急に出るんじゃなくて。徐々に。そうじゃあそこはちょっと様子見ながら入れて、どれぐらい高さが出るかでここは入れるかどうか決める感じでいいかなと思うんですけど、最近の流行りとしてあんまり上側に入れるよりもメリハリになる感じで、下部に丸めある方が映える感じの、でかつこのね谷間を意識して作っていく感じ、でこの鎖骨の位置からニュートンの位置にかけて三角があるんですけど、ここの長さがニュートとニュートの間に比べてちょっと長い感じ、だから若干下がり気味のお胸なんで、その場合はここのラインを下げると逆にここがもっと下がって、本当は正三角形が一番綺麗なので、若干ここ離してあげる感じの、かつこっちにも入れて、だから下部をボリューム上げてあげると正三角形に寄る感じができるので、なんか上とか下にをすごい伸ばすというよりは、この真ん中の下部をしっかり出してあげた方が綺麗に見えるっていう。黄金比的には、ただこの好みとかなんで、そこはそう出してもらったらいいかなということですね。大丈夫ですか？下がるじゃん、ダウンタイム終わったら、加水してくる、加水した時にここが下がらないようにして入れるってこと？最初からここに入れたらさ、ちょっと下がった時にさ、今ここ剥離しないから大丈夫よ、下がんないよ。どういうこと？だからここまで剥離したら、ちょっと上に来てるよね、がもうそのままここになる。そっか、剥離したスペースにしか下がっては来ないから、そう。ああ、理解、OK。だからあんま上剥離すると上に逆に行くから、シリコン自体はもうここに留めるイメージ。そんなにハイウェイトで移動しないから。そうなんですよ。で、ここから下が剥離しないから、下がることはない。OK。じゃあ大丈夫。次に施術風景に入っていきます。一部グロテスクなシーンもあるので、苦手な方はダウンタイム経過までスキップしてください。じゃあ今破壊してるんですけど、今ねポートっていうのをつけてますね。これがあることによってこの傷口が広がりにくかったりするんですけど、傷口が広がりにくい箇所もあるので、ちょっと太いものなのでそういうところはつけないんですけど、太ももはちょっとね
傷が広がりやすいので、こういうのつけてあげると傷が治りやすいというか。内目線定器っていう麻酔液をやりますね。で、この作業をすることによって脂肪が膨らんで脂肪が取りやすくなる。あと痛み止めもあるので、痛みも抑えながらオペもできて、あとエピネフリンというね、止血作用のある薬も入ってるので、それによって出血も抑えられるっていうね、3つの作用がありますね。これが非常に大事な作業になります。で、今脂肪吸引やってて、太ももからしっかり取ってますね。で、今この方は前側から取って入れていく感じなんで、しっかり前側の太ももが一番脂肪量が多いので、そこからしっかり取って脂肪を注入していく感じで行っていきます。それではシリコンバック包協の解説に移っていきます。まずは脇のところに麻酔をしていますね。次に脇のところを切開して、そこを電気メスで焼いて止血をしています。バイポーラーとモノポーラーというこの2つの器具を用いて止血を行っていってますね。次にある程度剥離が進んだら、中目線定器を乳腺下に挿入していってます。この中目線定器に麻酔作用があるので、脂肪吸引と同様に止血作用が期待できますね。さあ、そして中目線定器で内部を浸したら手で剥離していきます。こういう鈍的な手で剥離することによって、安全に正しい層を適切に剥離することが可能になりますね。次に爆粒鉗子を使って奥の手で届かないところをしっかりと剥離を進めていってます。そして次に空気を入れて、今回は 250cc 入れるので、その分 250cc 分の空気を膨らまして適切なところにシリコンバッグが入るかを確認する作業を行っていっています。確認したら剥離が甘いところを少し剥離を進めていっていますね。そして剥離したらケラーファンネルに入れたシリコンバッグを押して挿入していきます。ぐーっと力を入れて挿入して今入りました。次に脂肪注入包協の方に移っていきます。で、ハイブリッドだと入れるのは皮下という皮膚の浅い層だけなので、そこに入れて、もうこう胸をコーティングする感じですね。こうやって前後に動かしながらちょっとずつ入れてお胸を作っていく感じ。施術直後のビフォーです。アフターです。しっかりボリュームが出ています。そしてビフォーですね。アフターです。かなり変わっています。さあ、術後1週間経過を見ていきましょう。こちらが術後1週間の太ももですね。ちょっと上げてもらってもいい？上げる？そうそう。足が一番痛いですよね。足が今もめっちゃ痛い。足が痛いね。なんかパンパンに腫れてる感じあると思うんで。なんか術前より太い感じありますか？めっちゃデブになりました。めっちゃデブになった。膝が2個になった。あら。ここからね、細くなっていきますのでね。経過楽しみにしていただければと思いますね。また抜歯してますね。こっちはどうですか？痛いですか？ちょっとこっちの方が痛いです。多分利き腕だから。使ってたのかな。ここもね 3.5 センチぐらいの傷で、脇はね皮膚のなんかシワというか線にね沿ってね切ってるんで結構綺麗になると思いますけどね。こう見た時にね、例えばですけどここにもあるのようなやつのシワのところに沿って作ってるので、だいたい3から6ヶ月で綺麗になっていくイメージですね。その小筋からの、ハイブリッド包協の術後1週間ですね、経過を聞いていこうと思うんですけど、どうでした？その手術終わりのとか覚えてます？気持ち悪かったとか。術後はめっちゃ気持ち悪くて、生えたりとかで、お家帰っても、次の日まで食べれなくて、2日目からは食べれるようになりました。なるほど。結構ね、麻酔が大変だったということですね。で、今絶賛腫れも内出血も多いんですけどね。で、今ね、かなりむくんでて、あれですよね、オペ前よりも太い感じありますよね。はい、5倍増しです。5倍はいつ5倍だったらこんなもんで。それぐらいね、術後はちょっと腫れるんですけどね。でもその経過としてはいい感じで、ね、お胸の方も腫れてるので、ここから落ち着いてきて、なので今結構パンパンな感じありますもんね。はい、張ってます、めっちゃ。張ってますよね。で、大体シリコンは3ヶ月ぐらいで落ち着いてくることが多くて、脂肪の方は 1.5 ヶ月ぐらいかな。だからプラスで3ヶ月ぐらいで馴染んでくる感じを見てもらったらいいかなと思いますね。痛いのはこっちだったんですか？はい、めっちゃ、今も足の方が痛い。足の方が痛いですね。胸は全然痛くない。痛くないですね。よかったですね。お胸もシリコン入れてるとね、剥離してるんですけどね、ちょっと痛い人もいますけど、その方が多分脂肪筋が痛いのでね、そっちがあるかなと思いますね。で、今もここの、なんていうのかな、熱感とかはないですけどね、張ってる感じですね。あるので、ちょっと触った感じとかも、なんかちょっと違和感あると思うんですけど、どんどん馴染んでくるので、映画みたいにいいかなと思いますね。サイズ感と何入れるかとかも結構大事なんでね、そういうところもね、気になるので、シリコン
される方は聞いてもらったらいいかなと思いますね。3週間経過を解説します。ハイブリッド放棄のね、ちょうど3週間なんですね。で、3週間経つとね、腫れない出血も落ち着いてはきてますけどね、まだ腫れ感はあると思うんですけど、どうですか、ダウンタイムの経過、もうだいぶマシになりました？太ももとか。太ももめっちゃ細くなった。細くなった。そっか。こっちはね、まだもっと細くなると思うんで。なんか最初ね、不安がってましたね、これ細くなるなんて。そう、なんかめっちゃ太くなっちゃったんで、心配だったんですけど。意外と3週間でもうすでに。インディが行ってるから。まだ全然多分太いと思うんで、まだ3ヶ月ぐらいですよね、太もも結構細くなってくるのが。なので、そこは楽しみにしていただければいいかなと思うんですけど、お胸はね、ちょっと大きめのサイズ希望さ。なんか最初3カップとか言ってましたもんね。はい。僕はちょっと止めたんですけどね、ちょっと大きいサイズ入れたんですけど、どうですか、今現状、ちょっと大きい？大きいです。ちょっと大きい。サイズ感結構大事なんで、どのサイズ、どういうのになりたいかっていうの結構大事なんで、ただなんか写真送ってくれたじゃないですか。写真でなんか水着着てるやつだったじゃないですか。の感じはこれぐらいじゃない？正直。本当に？これぐらいな感じ。もうちょっと落ち着くけど、結構あれも存在感大きかったんで、どうだろうな、結構これが難しくて、シリコンって本当にその人のサイズがどういうのになりたいかによって左右されて、例えば大きいの入れた人はちょっともうちょっとちっちゃいの入れたらよかったかなと思ったりとか、ちっちゃいの入れた人はもうちょっと欲張って大きいの入れたからよかったかなっていう、ちょっとないものねだりが発生する可能性があるのがシリコンのデメリットの一つで、ちょっと今大きい感じしますよね。でもまだ馴染んでないのもありますよね。そうですね。腫れ感あるんで、大体3ヶ月経つと馴染んできますので、もうちょっと待ってもらったらいいかな。で、大体1ヶ月半ぐらいで馴染みますけどね。痛みとか大丈夫ですかね？全然痛くない。大丈夫ですか？大体ね、これぐらいできます。全然はい、OK です。じゃあいいですね。触った感じとかも、なんか感覚とかどうですか？鈍い感じあります？こっちの乳首だけめっちゃビッグ。気をつけないといけないのが、やっぱり剥離するんで、神経をね、ちょっと触る時っていうか触るんですよね。で、神経が触って、触った時の感触があんまり、なんか以前より鈍いなって、どうです？そんなこともない？鈍くなる人と、逆に、すごい過敏になる人がいて、ちょっと触られたら、なんか触られてるなっていうのが分かるっていう。どっちかというと触られてるのが分かるかな方ですけど、ちょっとそこはね、やっぱデメリットとしてあるかなと思いますね。ただ普通は半年から1年ぐらいで戻ってくるので、過敏な方はそれぐらいで戻ってきますので、本当に神経触ってもなんか全く感覚がないっていう人はちょっと戻らない時もあります。そこはちょっとやっぱデメリットかなと思いますけどね。で、ハイブリッドで入れてるんで、脂肪注入の方のね、コーティングももうちょっと柔らかくなって、1ヶ月半ぐらいで落ち着いてきて、シリコンバッグの方も大体1から3ヶ月ぐらいですかね。それで落ち着いてきたか、サイズのところでそのバッグで、ここからちょっともうちょっと滑らかになっていく感じですね。大丈夫そうですか？はい、そうなったら理想的です。理想的ですね。最低だからね、とても大事だと思います。ただやっぱハイブリッドはね、結構いいと思うんですね。せっかく補強して、脂肪補強だけだってどうしてもやっぱり残りがね、少ないとかそういう人もいるんですけど、ハイブリッド補強だと確実に残るので、僕の施術で多いのはやっぱり二の腕脂肪筋なんですけど、二の腕脂肪筋で二の腕をがっつり細くして、かつハイブリッドで大きくするとめちゃくちゃバイルになると思うので、ぜひ、一緒にハイブリッドをやってあげるといいんじゃないかなと思います。そしてビフォーアフターです。こちらビフォーのお胸ですね。もともと谷間のあるお胸ですが、ここからしっかりと出していきます。こちら1週間ですね。腫れない出血が出ていて、黄色い感じが伝わるかなと思います。3週間でかなりボリュームのある自然な感じになりました。ここからさらに落ち着いていきますね。こちらビフォーアフターです。変化がわかるかなと思います。ハイブリッド補強ね。1.5ヶ月ぐらいですか、今。はい、1.5ヶ月です。どうですか、団体のは。ほぼ何も特に感じない痛みとか。いい感じかなと思うんですけどね。ちょっとまだ 1.5 ヶ月で惜しくは太ももとかあるんですけどね。もともと細かったんでね、もっとなりますけどね。ここが隙間がね、もうすでにこの状態であるんですけど、3ヶ月ぐらいですかね。で、太ももは大体細くなる感じ。でも今でもね、結構なんかいい感じ、拘縮がある状態でも綺麗になりそうな感じなんで、結果いいかなと思いますね。お胸は結構ね、ボリュームがあると思うんですけど、だいぶ馴染んできました、最初に。最初よりなんか本当もうデブすぎて死にたいって思ってた頃よりかは、今いいかな。結構ね、ハイブリッドね、される方、しっかり大きくして、かつ自然にっていうことで希望されるんですけど、やっぱりね、なんかハイブリッドした後は、なんかこんな大きさ入れるんじゃなかったって言って後悔される方いるんですけど、大体 1.5 ヶ月からぐらい経つとね、馴染んできて、3ヶ月でかなり馴染んでくるので、
まあいい感じになると思いますけど。あと半分待ってという。そういうことですね。まあ大体3ヶ月でね、切るんですよね。で、ちょっと傷跡を見てみましょう。ここはね、まだ、ちょっと左右でね、違いありますけど、こっちはちょっと擦れて痛い。若干痛い。若干痛いね。まあでも、テープ貼っとけば大丈夫かなということですね。なんか気になることありましたか？大きさぐらい。そうですね。大きさが不安だった。今もなんか、ちょっと。まあ大きいけどね。だって測りに行ったらさ、G だったもん。三角箱上がってる。そう、三角箱。ちょうど三角箱。EFG。そう。でも、E 寄りの G になりたい。F 寄りの G か。ああ、2.8カップぐらい。そうに落ち着いてくれたら、理想的。ああ、なるほど。じゃあいい感じになりそうだ。こんな感じでね、いい感じになりそうなので、3ヶ月をね、経過していただければと思いますね。はい。ハイブリッド補強ね、3ヶ月の経過を聞いていこうと思うんですけど、どうですか？先生が言ってた通り、落ち着きました。はい。ちょっとね、3週間で 1.5 ヶ月の時は、ぶち切れ。なんか大きいとか言ってたけどね、3ヶ月だとね、自然になってくるんでね。なんか、最初はどういうところがあれだったんですか？不安だったんですか？でも、爆弾みたいな大きさしてたから。まあ特にね、腫れもね。そうね、上の方に多分結構張りが来てたと思うんですけど、シリコンってまあ3ヶ月経つと徐々にいい位置に落ち着いてくれるので、今大丈夫ですか？はい。まあ脂肪は流れた気もします。まあそうね、ここら辺とかね、やっぱりちょっとどうしても流れるんですけど、まあでもそれでも残ってはいるので、いい感じに、なんか不自然な谷間とかならないですよね。いい感じじゃないですか。いい感じだよ。いい感じ。よかったよかった。さすが。予想通り。まあそうですね。で、ちょっと傷跡見せてもらっていいですか。3ヶ月でこの感じなんで、まあでも治っていく、いい感じに治りそうなので、このまま様子見てもらったらいいかなと思いますね。で、傷跡はね、やっぱ1年ぐらいはかかるので、よく見るとちょっとやっぱりどうしても白い感じは残るときは残るので、そこはちょっとあれですけどね。触った時のなんか3週間とか 1.5 ヶ月の時は張り感とかね、ちょっと硬い感じだったと思うんですけど、まあ出てきてるから大丈夫かなと思います。柔らかさが出た。そうですね。いい感じで。太ももも大丈夫そうですか？太もも全然。ボコつきなく。ボコつきないです。ボコつかせるなと言われてたんで。ボコつきマジでない。良い感じになってるんで、このね、傷跡まだ赤い感じあるけど、まあこれもね、結構綺麗に治りそうなんで、全然腫れ感もなく、非常に良い感じですね。なんかアドバイスありますか？これから受ける人に。アドバイスなんだろう。サイズ感とかってことは欲張らない方がいい。欲張らないね。最初欲張ろうとしたよね。はい、欲張ろうとしたんですけど、欲張んなくて正解でした。先生の言うこと聞いて、よかったかなって。確かにそうですね。結果。やっぱりね、どうしてもなんかシリコン入れたい人ってしっかりボリューム欲しいって言ってね、大きめのサイズ入れたいって言われるんですけど、まあでもやっぱりね、なんか不自然になるより自然な方がね、ボディラインは綺麗に見えるかなと思うんで、三角形上げたいからちょっと大きめ入れたいって希望される方も、ちょっとやっぱ大きすぎたってなる人もいるので、なるべく自然な感じで入れてあげたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ警戒良さそうでよかったです。